鍋蓋で成形しよう。きれいに整うんだ。梅雨ど真ん中。どうも小麦です。以前調べた時は今年の梅雨明けは早いんじゃないかって予想されてた気がする。さっき調べたらしっかり例年通りの7月中旬予想だったよ。ネットの情報ってしれっと変わるよね。ネット情報の梅雨明けが7月中旬に更新された以上、以前私が発信した7月上旬予想の一次ソースは私ということになってしまう。うかつなことを発信するものではないね。ねえ、よしひこ。今日も掃除機にオラついてるね。楽しかったかい？このチャンネルでは、ここ川沿いリバーサイド、略して川リバで、米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や、宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど、概要欄にいろいろな情報を載せているので、ぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉は、古代人の SNS。コメント欄に書いてみてね。湯種もしっかり混ざったみたいだね。湯種の生地は機械ごねに限る。ただでさえ筋力弱々界隈のものなのに、先日転んで手首をひねったおかげで、ますますパワーが不足してるんだ。今日もフライパン湯煎発酵システム作動。ゆっくりお休み。買い物タイムは発酵タイム。線状降水帯ができるかどうかの瀬戸際。お天気アプリとにらめっこしているよ。プルンプルンに発酵してくれた。相変わらず調子いいね、フライパン湯煎発酵システム。今日はパンクロワッサンを作るよ。でも成形方法はいつもよりワイルド風に。クロワッサンの定義って何だろう。油を多く使ったパンのことをクロワッサンという人もいる。でも、ペストリー生地を使ったものでないとクロワッサンと認めない勢もいる。今日はパン生地の層の部分に油を塗るパン。ペストリー生地ではないけど、まあクロワッサンでいいか。ペストリー勢の方々、多めに見てね。まずは12等分に分割するよ。お待たせ、私のポッドキャスト紹介コーナーだよ。待ってたよね。ね。今回は本日の午前11時に公開されたこれ。1800年前の SNS、ポンペイの壁に残された落書き。火山灰により一瞬で時が止まった古代ローマの都市、ポンペイの壁には、現代の SNS を彷彿とさせる数千件の生々しい落書きが残されている。ワインへの不満や片思いの切ない告白、不毛な言い返しなど、名もなき市民たちの本音が刻まれた言葉。落書きを解読すると、人間の本質って実は2000年前から1ミリも変わってないんだよね。
歴史の主役たる一般の人々の生き様から現代の私たちが残すつぶやきもまた愛おしい生きた証であると気づかされるよ。ポッドキャストの URL も概要欄へ。さあ、12等分した生地を平たく伸ばして表面に油を塗って重ねていく。油の層を作ることで口当たりが軽くなるんだ。修行のような単純作業。ちょっとした瞑想だ。本日のデフォルトモードネットワーク。無の世界を味わいたい方におすすめの成形だ。湯種入りの生地はとても伸ばしやすい。今回の生地もほとんどベンチタイムを取ってない。湯種が優秀すぎて最近はこれ一択なんだよね。この重ねた生地を大きく伸ばしてフライパンで焼いても美味しいよ。でも今日はここから一手間加えてクロワッサン成形だ。重ねた生地を押さえながら伸ばしていく。なかなか気持ちのいい作業。油を塗るとさらに伸ばしやすくなるね。鍋蓋登場。綺麗な円にカットしていく。端っこパンも一緒に焼くよ。あれ、端っこパン2号が現れた。君も一緒に焼いてやろう。これを放射状に16等分にカットする。きれいに整ったロール生地が一気にできる。ちょっと楽しい。あとはこれをクロワッサン風に成形するだけだ。しっとりだけどベタつかない生地。
気持ちがいいね。生地をロールする作業ってどうしてこんなに楽しいんだろう。数は多いけど苦ではない。苦しい修行を苦行というのなら、楽しい修行は楽行でいいのかな。ロールパンやクロワッサンに限らず、パン作りは私の楽行。生地のコンディション次第で私の気分も変わる。阪神タイガースが勝つとご機嫌になる親父さんみたいだ。ラストクロワッサン。お待たせ、端っこ2号くん。2号くんは棒状にしよう。1号くんは4等分にして丸型にしようかな。この成形で油の層を活かせるといいな。端っこくんたち、クロワッサンよりでかくね。よし、二次発酵だ。卵の薄衣をまとう時間だ。さあ、焼かれておいで。180度の上下ファンヒーターで35分。途中で上下段を入れ替えたよ。Watani Iwunaya. 最後の10分は250度に温度を上げたんだ。Shilan Gana Dotsui Taloka. チュールも買ってきたよ。Marman. Maman Wadeki Lukoya Omotetua. パンのことしか考えてなかったからおかずはもちろん適当だよ。ナゲットでも焼けばいいんじゃないかな。
ナゲットが焼かれている映像に需要がなさそうなので大幅にカットしたよ。あとはウインナーでも焼けばいいんじゃないかな。ウインナーが焼かれている映像にも需要がなさそうなので大幅にカットしたよ。ケチャップを買い忘れたので仕方なくチーズソースを作る。材料は豆乳とバターと合法パウダー。チーズを入れて片栗粉でとろみを添加すれば出来上がり。十分だ。これ以上の贅沢なんて必要ない。チーズが少ない？安心してください。常備してあるんだよ。豆乳溶き片栗粉。ガス交換のサービスカット付き。チーズソースの完成だ。焼いている間にサラダとスイーツを作っておこう。先日作ったバレリーナの夜食風ヨーグルト。新鮮フルーツではなくレーズンで代用した。きなこのせで意識高い感じにしよう。冷めても固まってないチーズソース。チーズソースっていつも目分量だから高確率で固まるんだよね。成功した時の分量をメモってないから次回は多分失敗するな。余ったチーズソースはもちろん旦那氏のおやつ。ハイボールが進むだろうね。おかえり、クロワッサン。指先バグってる旦那氏、仕事だよ。激アツのパンを並べておくれ。なぜこのパンを涼しい顔をしてつかめるのか。ミニクロワッサン、かわいいな。鍋豚クロワッサンが完成したよ。それではいただこうか。おかずがしょぼい割にはなんだかカラフルになった。ナゲットとウインナーって偉大だね。軽く仕上がったクロワッサン。
チーズソースとの相性も最高だ。もちろんナゲットとチーズソースも外せないね。ケチャップが欲しいところだけど、なんとかなるもんだ。この後旦那氏、ケチャップを買いに行ったよ。鍋蓋を利用して成形したワイルドクロワッサン、美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？古代人の SNS。